F2 は日本独自開発の戦闘機。今回は、個人的に見た目が好きな F2 戦闘機を解説したい。方法。対艦対地攻撃をしつつ、敵機が侵入してきたら擁撃もする支援戦闘機だな。F16 戦闘機をベースにアメリカと共同開発したやつ。そうなんだ。だから F16 を少し改造しただけって思われてるんだ。F2 は見た目が似ているし、F16 コピーだって、特に海外では認識されてそうだぞ。YouTube のコメントでよく見るよね。ただ、そんなことないんだって伝えたい。これは日本の一部が言っているんじゃなくて、海外のランド研究所シンクタンクの報告書で言われてるんだけど、それを今回、紹介するよ。以下、一部を抜粋じゃなくて意訳したものをあげるね。FSX の契約は、日本の産業界から見れば、純粋な自社開発よりも、良い契約になった。全く新しい設計で開発するよりも、実績ある F16 のデータを利用することで、より段階的でリスクの低い手法が採用できる。その分、日本独自の技術やサブシステムの開発応用に力を注げる。機体の特性として、FSX は大幅に改造された F16 とでも、根本的に新しい戦闘機とでも主張できる。既存機に設計変更をし、新技術やサブシステムを組み込み、実質的に新しい戦闘機にすることを改造というか、新規開発というかは解釈と判断次第だ。スウェーデンのグリペン、イスラエルのラビについて、本質的に各国での開発ということに異論を唱えるのは少数だろう。両機とも各国の会社が、日本と同様、設計、開発インテグレーションの指揮を取った。グリペンは全くの新規設計。ラビは胴体が FS、X と同様、F16 と似ていて、カナードと新たな主翼をつけた。エンジンは FSX と同様、両機ともアメリカ製だ。日本と違うのは、翼の詳細設計や開発を外国の会社へ下請けに出したこと。ラビはグラマン、グリペンはブリティッシュエアロスペース。また、飛行制御コンピュータソフトウェアもアメリカのリア・シーグラー社製で、主要なアビオニクス等もアメリカ製。対照的に日本は、F16 のデータを元に主翼やチューブ胴体を設計生産した。主翼、尾翼、チューブ胴体の独自の材料システム、飛行具、設計思想を開発。飛行制御則、液晶ディスプレイ、電子線技術も独自開発し、国産の電波吸収材を使用している。以上より、松宮空将が、現代の冷戦になる、というのは納得できるし、F2 は継ぎはぎした F16 ではなく、新しい戦闘機だ、という見方がある。この見解は日本側に限ったものではない。また、研究開発に関わる米国の業界専門家によれば、日本側から見れば、FSX の開発プログラムは費用対効果に優れている。ユーロファイタータイフーンやラファールは、80億ドルから100億ドル以上の費用がかかっているのに対して、彼らは基本的に約30億ドルで独自の戦闘機を開発した。日本もやるじゃないか。FA18 ホーネットでのレガシーホーネットとスーパーホーネットみたいなものかな。そんな感じかな。開発費についても、当初の想定より高くなったけど、他と比べると結構抑えられている。単価は高いけど、試作機4機、量産機94機と少ないから、前向きに捉えたいね。確かに開発費については3200億円くらいだし、他と比べると安い方だな。そう。アメリカでも、日本は安い価格でインテグレーション技術を手に入れたと初飛行時点では評価されてる。それにライセンス生産では得られない技術資料、飛行試験の結果、不具合の解決手法などを手に入れたから、開発レベルが向上した。また、それを元に能力向上もしやすくて、実際、JAPG-2 レーダー、新型ミサイルの搭載、ソフトウェアの改修などをすでにしているし、今後はミッションコンピューターの換装とかも検討されてる。ライセンス生産だと、能力向上をすぐにはできないし、回収コストが高そうだもんな。そう。ミサイルも国産で開発しているから、自由に開発できるのは強みだね。まとめると、F2 は F16 をベースにしつつも、新たな戦闘機を開発したと言われるくらい、日本独自の技術が入っている。各種試験を自ら行い、不具合の解決を行ったことから、技術レベルが向上した。また、能力向上もやりやすくて、今後もアップデート予定なんだ。さて、今回は F2 の独自性をメインに解説してみました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。